おはようございます。そして明けましておめでとうございます。ゆうすけです。2025年最初の動画です。ここは恵比寿駅の近くです。今日はいい天気なんで急に動画を撮りたくなって撮影を始めました。急に動画を撮りたくなるってなんかの病気ですね。突発性撮影症候群。僕は2025年まだ誕生日じゃないですけど今年49歳になります。残念です。残念というかまあ仕方ないんですけどね。ずっと25歳ぐらいで止まってればいいんですけどそれはできないみたいです。この間ネットで国別の平均寿命の統計を見ました。相変わらず日本の平均寿命は世界トップ3に入ってて84歳だったかな。平均寿命84歳。でも日本は昔から平均寿命が長かったわけじゃないです。100年前和暦では大正時代と呼ばれていた頃、あるいは150年前明治時代と呼ばれていた頃、日本人の平均寿命は45歳ぐらいでした。まあ正確に言うと150年前の日本人の平均寿命は確か43歳だったと思います。日本に限らず100年前150年前はどの国でも平均寿命は今より短かったです。その頃の日本はどんな時代だったかっていうと、もちろん冷蔵庫や洗濯機はなくて、子供を3人産んでも1人は死ぬような衛生状態の中で家族が生きるために必死で働く。男性は戦争があれば強制的に参加させられて、その奥さんは旦那さんが戦争に参加させられても文句さえ言えません。そんな時代に戦争だったり働きすぎだったり病気だったりで40代で亡くなるのは普通だったんです。昔の人たちの物語を見たり聞いたりすると、若い年齢で亡くなった人でも人生がとても濃く見えるのは実際にそうだったのかもしれません。15歳で一人前の大人になって20代で子供が何人かいる。30代の頃には子供たちは自立して働き始めて40代で人生を終える。昔の人たちの人生を考えると現代に生きている僕らとは比較にならないぐらい厳しい人生でした。それを考えると今の自分に起こっている問題はそれほど大きなことじゃないと感じられると思います。なので僕は何かで悩んだ時は昔の人たちから見たらこれはそんなに大きな問題じゃないって思うようにしてます。
まあそれはただの気休めかもしれませんけど、考え方を変えるだけで気持ちは変わります。深く考えすぎてしまう人は、今の時代に生まれたことを感謝すると気持ちが軽くなるかもしれません。あるいは今の時代でも自分がとんでもない貧困の国に生まれてたら、語学を学んでる余裕はないですよね。だから時間やお金を好きなことに使えるだけでも十分幸せなのかなと思ってます。とは言っても僕はそれほど豊かな暮らしはしてないですけどね。今はそこら辺の雑草を食べながらかろうじて生きています。まあとにかく2025年が終わる頃、自分にとって幸せな年だったと言えたらいいですね。はい、それじゃあ今日の動画はここで終わりです。そして今年もこの日本語チャンネルをよろしくお願いします。それじゃあまた。